イへのボイスパントリー。皆さんこんにちは、こんばんは。この番組はフリーナレーター、卓録ナレーターの私とはいえのラジオドラマやフリートーク、いろんなコンテンツの詰め合わせポッドキャストです。今日も聞きに来てくださってありがとうございます。さて今日はかっぱ橋道具街でお買い物をしてきたお話をお届けします。前回の配信を聞いてくださった方はお分かりかと思いますが、先日10年くらい使っていたお箸が折れてしまいまして、そのお話はフリートーク#17手に馴染んだ道具の回でお話ししていますので、まだ聞いていないという方はよかったらそちらも合わせてお聞きください。というわけで、今回は他にも実は欲しいものがあったので、せっかくならとかっぱ橋道具街へ出かけてみました。以前も何度か行ったことあるんですけれども、ちょっと久しぶりだったので楽しみにして出かけました。それにしてもいや暑かったです。この日は晴天で日差しが眩しいくらい、少しずつ秋の気配ですねなんて以前お話ししてましたけれど、まだまだ残暑は厳しいようですね。汗を拭きながらハンディ扇風機も駆使して道具街を見て歩きました。かっぱ橋、皆さん行かれたことあるでしょうか。ここはですね、お料理をする方ならプロもアマチュアも皆さんがワクワクするところですよね。住所で言いますと、東京都台東区松ヶ谷3丁目、ちょうど浅草と上野の中間くらいにある大正時代から続くキッチン用品の問屋街です。かっぱという言葉は語呂も良くて、川を泳ぐ頭にお皿のあるカッパを連想しますけれども、もちろんそうした伝説もあって、商店街にはカッパの銅像もあったりして楽しめますが、もう一つはこのかっぱ橋の漢字、合う羽と書く雨がっぱの方のかっぱのお話があります。文化年間1800年の初め頃、雨がっぱの商いをしていた喜八という商人がいて、この人がかつて水害の多かったこの辺りの土地を資材を投げ打って整備を行ったとか、そこから名前を取ったというお話があったり、またこの辺りにあった武家の下屋敷に勤めていた足軽とかお侍さんが生活のために内職をして雨がっぱを作って売っていたと。でその雨がっぱを橋にかけてずらっと乾かしていたのが由来なんていうお話もウィキに書いてありました。そもそもね、雨がっぱ、雨具自体が道具ですよね。文化年間の江戸時代の道具って生きていくために欠かせない命を守ることに直結するものが多かったでしょうから、今現在のこの道具街の街並みを眺めていますと、もちろんそういう大事な道具もあれば、あると便利とか生活を彩る道具というのがどんどん増えてきて、ちょっと大げさに言えば人々の生活の移り変わりを大きな時間の流れの果てに立っている自分としてこうして楽しんでいることの嬉しさを感じます。本当に道具っていうものの幅が広がっていったという時間と時代の流れを感じて、それもまた
この町の魅力でもあるなぁと思います。時間の許す限りいろんなお店を見て回りました。ここのお店はウェッグというイチゴのマークのドイツの保存瓶の種類がたくさんありました。ウェッグってね、いろんな形と大きさがあって、もちろんネットでも買えるんですけど、実際の大きさの感じが分かりました。チューリップっていう形があるんですけど、そのぽってり感がとっても可愛かったですね。同時にこれだけの種類を実際に見られたのは初めてで、かなりテンション上がりました。パッキンやクリップの道具もちゃんと揃っていて、ちょっとした果実のシロップとか保存食を作ったり、オイル漬けとかもいいですよね。市販の梅干しをこれに入れ替えるだけでも可愛いと思います。あと温度差が80度を超えなければオーブンもいけますので、プリンとか焼き菓子の型にしたり、いろいろ揃えたくなる可愛さです。そしてお菓子の型といえば、ここのお店真島屋菓子道具店です。所狭しとお菓子の道具が売られています。オンラインショップも楽天にもありますけど、実店舗こんなに可愛いんですね。もともとは和菓子の木型を作っていた創業70年のお店なんですけど、2019年にリニューアルしたそうで、お店の作りがめちゃくちゃ可愛いです。店内の中央に吹き抜けがあって、ここの金網みたいなところにクッキー型がびっしりと飾ってあります。これ全部で3000点くらい飾ってるんだそうですが、クッキータワーって言うんだそうですけれども、階段の脇にはパウンド型の引き出しがあって、さらにその中にはクッキー型が入ってると、いろんな仕掛けがありまして、見てて楽しいんですよ。ここのお店オリジナルの商品もあって、オーダーの方も注文できるそうです。さてお次はお目当てのお箸なんですが、お箸の専門店みくらさんに行ってきました。ここのお店は昭和8年に木製の冷蔵庫を手作りして創業したという、現在はお料理のプロの厨房設計施工などを手掛ける武蔵屋製作所という会社の直営のお箸専門店なんだそうです。とっても落ち着いた雰囲気のお店で、食洗機対応のものとかキッズ用とかカテゴリーに分けてディスプレイしているのがとっても見やすかったです。で、私は手に取ってみて、手の中で馴染むものが欲しかったのでいろいろ触らせてもらったんですが、最終的に選んだのがやはり前使っていたお箸と似たようなものになりました。黒炭の八角形のお箸です。やはりどうしてもね、この重さと重心の位置、細すぎず太すぎず、この握りの感触がスッと手に馴染むんですよね。塗り箸も試してみようかとも思いましたが、やはり使い慣れた感触を選びました。で、このお箸の隣に同じ黒炭の七角形のお箸もあって、どっちにしようかと悩んだんです。七角形の方はやはり職人さんが作るには難しさがあるそうで、若干お値段がお高めなんですが、
どうして七角形である必要があるんだろうって思いながら握らせてもらったらわかりました。ですね、八角形のお箸と比べて七角形の方が手に持った時の肌当たりがいいんですよ。角が一つ少ないからその部分が滑らかで、ちょうど親指と人差し指の間の肌に当たる感じが優しいんですよね。やっぱりね、こういうことなんですよね。実際に手に持って触ってみてわかることがあります。そしてこのたった一つ角を減らすことの難しさと、それを追求する職人さんの技術というものもすごいなぁと思いました。機械で大量生産する七角形のお箸もあるんだそうですけど、これは職人さんの手作りで、持った時の温かさというか感触の柔らかさっていうのはやっぱり伝わるような気がしますね。でもですね、実は最終的に私が選んだのは八角形のお箸でした。というのもね、七角形って持ちやすいんだけれども若干お値段がお高めというのと、どうせなら主人のお箸も一緒に変えようと思いまして、2揃いで購入したかったのでそこは抑えました。とはいえ以前使っていた箸も八角形でしたから全く違和感なく手に馴染んでとても気に入っています。1膳7700円、2膳で15400円でした。なかなかの金額で一大決心で購入しましたけれども、以前使っていたものも黒炭の5000円ほどのものだったので、またさらに10年長く大切に使いたいと思います。さあ、そしてもう一つ欲しかったものがあって、釜浅商店さんに行ってきました。こちらは明治41年創業だそうですから100年以上になります。このお店のこののれんのマークはお釜の形をモチーフにしていて、現在でもかまどのオーダーをされているそうですし、店舗には雪平とかせいろとか鉄のフライパンとかのお鍋類もあれば、お隣の同じ店舗には広いエリアに包丁がずらりと並んでいるんですけど、私はこのお店のまな板を見たかったんです。包丁を作っているお店で扱っているまな板です。その名も包丁に優しいまな板黒です。これはですね、酢酸ビニルという素材でできた少し弾力があるまな板で、それによって名前の通り刃当たりが良くなって包丁の切れ味が長持ちするということなんです。この商品の噂はかねがね聞いていましたので、どんなものかと興味津々で見に行きました。持った感じはずっしりと重いです。色が黒なのも気に入りました。このまな板のサイズいろいろあって、小中大特大とあるんですが、一番人気はやはり中らしくって、残念ながら欠品中でした。ですがこの商品、シェフの方がオーダーで作った時に余った規格のサイズじゃない端材のサイズっていうのがあるらしく、中のサイズよりも横が3センチ短いサイズが
たまたまなんでしょうか、ありましたので、これを購入してきました。家に帰って今使ってるまな板と大きさを比較してみたんですけど、ほぼ同じサイズだったんですよ。道理で何の違和感もなかったんだなぁと思いました。確かにね、3センチ長いというのは便利かもしれませんけれども、私はこのサイズ、縦25センチ、横37センチ、厚み2センチのこれで十分だと思いました。お値段は8976円だったので、消費税を抜くと8000円ちょっと、中の規格サイズより短い分だけ800円ほど安かったということになります。あと、このまな板を磨くための磨くりんという名前のヤスリのようなものも一緒に買いました。どうしても酢酸ビニルだと表面が白っぽく毛羽立つことがあるそうで、それをこの道具を使ってヤスリがけするときれいになるそうです。それが1089円で2つ合わせて約1万円のお買い物でした。実は釜浅商店さんでは他にもですね、鉄のフライパンとか IH 対応の南部鉄器の寄せ鍋とか、いろいろ欲しいものがあってかなり悩みましたが、今回はぐっとこらえてこれだけ買ってお店を出ました。まな板の使ってみた感想などは後日のフリートークでご報告しますね。他にもですね、陶器のお店とか金物のお店なんていうのもたくさんありましたし、韓国料理の食器とか、私はね、以前お話しした通りカンドラが大好きなので、ご飯を入れる器とかね、ラーメン鍋とか、これドラマでよく見るやつだと、ここでも上がりましたね。他にもタイ料理専用のお鍋のコーナーがあったりして面白かったです。それから全体的に見て、至るところで外国のお客さんが本当に多かったです。特に刃物専門店には外国の人たちでいっぱいでした。今、日本の包丁が人気なんですね。それからかっぱ橋だと食品サンプルのお店もたくさんあるんですけど、もうこれは観光土産にも最適で本当によくできているので、見てるだけでも楽しかったです。残念だったのはこの日が日曜日だったんですよ。ですのでコーヒーや喫茶店の専用器具を販売するユニオンさんっていうお店が閉まっていて見られなかったことです。ポッドキャストや YouTube で配信しているボイスドラマ喫茶赤い手のマダムとはとしましては、ぜひ見たかったんですけれども残念でした。問屋街なのでね、基本は土日がお休みのお店が多いんですよね。次回は平日にチャンスがあったらリベンジしたいと思います。というわけで午後から行ってみたんですけれども、本当に残暑厳しい中、日が暮れるまでかっぱ橋道具街見て歩きました。いやー、楽しかったです。お買い物に夢中になっていて、スカイツリーのことすっかり忘れていたんですけど、かっぱ橋からこうしてスカイツリーが眺められます。634メートルのスカイツリー、一度しか登ったことないんですけれども、綺麗に見えていました。帰りは浅草まで歩いて、かなり歩き疲れたので純喫茶マウンテンに寄りまして一休みしました。浅草のレトロな喫茶店で
創業50年だそうです。椅子に座った途端のくつろぎの感覚が、やれやれと本当にありがたかったです。そこで食べたクリームあんみつ、これがとても美味しかったです。特にあんこが上品ですごく美味しかったんですよ。喉も渇いていたし、何より暑かったので、このひんやりとした甘味最高でした。喫茶赤い手でこの先クリームあんみつのお話があるとしたら、この写真を使うかもしれません。この後は浅草寺でお参りしてご飯を食べて帰ってきました。かっぱ橋道具街、一日ではとても見きれないほど本当に楽しいところです。さて、そのかっぱ橋道具街で10月3日火曜日から9日月曜祝日まで第38回かっぱ橋道具祭りが開催されるそうです。パレードとか和太鼓の演奏とかキッチンカーも来るし、キャラ弁コンテストなんていうのもあるそうです。楽しそうですね。最終日の9日は道具街通りが歩行者天国になります。私も以前このお祭りに行ったことがありますが、本当にたくさんの人たちでにぎわいます。海外の方もおそらくたくさん来られるでしょうね。ですからあらかじめお目当てのお店を見繕っておくと効率よく見られるかもしれません。行かれる方は暑さ対策万全にして水分補給しながら歩くといいですね。ということで、買ってきた商品を使った感想などは後ほどね、またフリートークでご報告をしたいと思いますので、どうぞお楽しみにしてみてください。ここまで聞いてくださってありがとうございました。このポッドキャストボイスパントリーにちょっとでも興味を持ってくださった方、この先の伸びしろを感じると思ってくださった寛大な方は、ぜひフォロー、いいね、評価タップお願いいたします。そしてこのかっぱ橋散策の写真は私のブログにも載せておきます。あと他にも実はこまごまとしたものをお買い物していますので、買ってきたものをまとめて写真で紹介いたしますので、よかったら詳細欄からリンクで飛んでブログも見てくださると嬉しいです。それから毎度のお知らせですが、私の YouTube チャンネルとはいえチャンネルにて動画で見るポッドキャストゆったりボイスドラマ喫茶赤い手を更新中です。おしゃべりマダムが奮闘しておりますので、そちらもぜひご覧ください。そしてもし気に入っていただけたら、ぜひぜひチャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回の配信でお会いいたしましょう。お相手はとはいえでした。